ゆっくり解説。世界が震えた。世界の三船こと三船敏郎。魂の傑作映画ベスト10。ねえマリサ、日本の俳優で世界一って呼ばれる人と言ったら、やっぱりあの人なのかな？ああ、間違いなく三船敏郎のことだぜ。海外では世界の三船と称賛され、その評価の高さは桁外れだ。桁外れって、具体的にどれくらいすごいの？例えば、007シリーズの映画007は二度死ぬで、ボンドの相棒役としてオファーされたのに、他の撮影が忙しいと言って断ったという伝説があるくらいだ。007を振っちゃったの？世界中の俳優が出たがる映画なのに。それくらい、当時の彼は世界中から引く手あまただったんだ。彼が演じる侍は、今のハリウッド映画やゲームにまで巨大な影響を与えているんだぜ。やっぱりすごい人なんだね。でも、具体的にどんな映画が評価されているのか、実はよく知らないのよね。それじゃあ今回は、世界が震えた三船敏郎、魂の傑作映画ベスト10を紹介していくぜ。黒澤明監督との黄金タッグはもちろん、海外スターとの共演作や、隠れた名作まで、三船の圧倒的な演技力が炸裂する作品を厳選したんだ。それは楽しみ。どんな伝説が見られるのかワクワクするわね。彼の演じる男たちの生き様は、今見ても鳥肌が立つほどかっこいいからな。なお、今回はその魅力を余すところなく語るために、映画のネタバレも含むから注意してくれよな。それじゃあ、早速ランキングに行ってみようか。第10位。レッドサン、1971年。記念すべき第10位は、どんな作品なの？第10位は、1971年公開のレッドサンだぜ。これはフランス、イタリア、スペインの合作で、三船敏郎がチャールズ・ブロンソン、アラン・ドロンという世界的な大スターと共演した異色の西部劇なんだ。ブロンソンとアラン・ドロンと三船敏郎？まるで夢みたいな豪華な顔ぶれじゃない。そうだろ？舞台は1870年のアメリカ西部、日米修好の使節団が強盗に襲われ、帝から大統領への贈り物である黄金の太刀が奪われてしまう。三船演じる侍黒田十兵衛は、強盗団に裏切られたリンクことブロンソンと手を組み、太刀を奪ったアラン・ドロン演じるゴーシュを追う旅に出るんだ。侍とガンマンが手を組むなんて、ワクワクする設定ね。でも、言葉も文化も違う二人がうまくいくの？そこが見どころなんだぜ。最初は反発し合うんだけど、黒田の規律正しい武士道の精神に、荒くれ者のリンクが次第に敬意を抱くようになるんだ。特にクライマックス、燃え盛るサトウキビ畑でコマンチ族の大軍に襲撃された際、三船が日本刀一本で立ち向かう姿はまさに鬼神のごとくだぜ。さすが世界の三船ね。日本刀で西部を駆け抜ける姿、想像しただけで痺れるわ。だが、結末はあまりにも残酷だ。コマンチ族を退けた直後、黒田は宿敵豪主の背後を取り、音もなく忍び寄る。しかし、金のありかを知りたいリンクが思わず声を上げてしまうんだ。その声に反応して振り返った豪主の教団に、黒田は倒れてしまう。そんな、相棒の声があだになって撃たれるなんて、あんまりじゃない。その後、リンクは怒りに震えて豪主を射殺する。致命傷を負った黒田は、自分を死なせたリンクを責めることなく、武士として死に場所を見つけたと悟り、後を託して生き絶えるんだ。残されたリンクは約束を守り、奪い返した太刀を目的地へ届けるが、自分はお尋ね者だから直接渡せない。だから線路脇の電線に太刀を吊るして去っていく。侍の魂が国境を越え、男たちの絆を結んだ名ラストシーンだぜ。第9位。日本の一番長い日、1967年。第9位は、ガラッと雰囲気が変わりそうなタイトルね。日本の一番長い日って、終戦の日の映画よね？その通りだぜ。第9位は1967年公開の日本の一番長い日だ。玉音放送が流れるまでの24時間を描いた歴史大作だな。三船さんは、やっぱり軍人の役なの？ああ、陸軍大臣の穴見コレチカ役だ。この作品での凄さは、いつもの豪快さではなく、徹底した性の演技と、組織トップとしての苦悩にあるんだ。
苦悩？陸軍大臣なら一番偉い人じゃないの？実際は板挟みの地獄だぜ。若手将校たちが本土決戦だとクーデターへ暴走する一方、天皇陛下は降伏をご決断された。阿南大臣は部下の思いも理解できるが、陛下の命令には逆らえない。暴発寸前の部下をなだめ、戦争を終わらせるためにギリギリの調整を続けるんだ。うわぁ、究極の中間管理職みたいな辛さね。部下を裏切るわけにもいかないし、国を滅ぼすわけにもいかないし、その感情が決壊するのが伝説のラストだ。すべてが終わった未明、阿南大臣は切腹する。しかも史実通り、解釈を拒否するんだ。解釈なしって、死ぬまで苦しむんじゃ。ああ。三船は腹を切った後、震える手で自ら頸動脈をつくんだが、簡単には死ねない。血まみれになり、苦痛に顔を歪めながら皇居の方へ向かって倒れ伏すまでの時間を、凄まじい執念で演じ切った。一死をもって大罪を射したて祭の遺書通り、戦争の責任と痛みをごまかさず、すべて背負っていった男の最後だぜ。三船さんがそこまで体を張って演じたからこそ、戦争を終わらせる重みが伝わってくるのね。胸が締め付けられるわ。第8位、太平洋の地獄、1968年。第8位は、太平洋の地獄。タイトルからして壮絶そうだけど、どんな映画なの？これは1968年公開のハリウッド映画なんだが、とんでもない異色作だぜ。登場人物はなんと、三船敏郎演じる日本軍将校と、リー・マービン演じるアメリカ兵の二人だけなんだ。たった二人？しかも敵同士よね？ああ。太平洋戦争末期の無人島に漂着した二人は、言葉も通じないまま、最初は水を奪い合ったり殺そうとしたりする。だが、過酷な自然の中で生き延びるため、次第に協力せざるを得なくなるんだ。三船が器用に罠を作ったり、二人でイカダを組んだりする過程で、奇妙な友情のようなものが芽生えていくんだぜ。言葉がなくても心が通じ合うなんて、素敵な話じゃない。最後は二人で助かるの？それが、戦争というものの残酷さを突きつける結末なんだ。イカダで脱出した二人は、廃墟となった日本軍基地のある島にたどり着く。そこで酒を見つけて組み交わし、完全に打ち解けたと思った瞬間、マービンが拾った雑誌、ライフを三船が見てしまうんだ。雑誌？何が載っていたの？そこには、日本兵の凄惨な死体写真が載っていた。それを見た瞬間、二人の間に流れていた個人の友情は消え去り、再び敵国の軍人同士という憎しみの壁が立ち塞がるんだ。うわぁ。戦争という現実からは逃げられないのね。それで二人はどうなるの？実はこの映画、結末が二通りあることで有名なんだ。劇場公開版では、睨み合う二人の上に唐突に砲弾が落ちてきて、二人とも吹き飛ばされて終わる。そんな終わり方あり？あまりに唐突だから当時は批判もされたんだが、戦争は個人のドラマなど関係なく全てを破壊するという、強烈なメッセージとも取れる。一方、DVD などに収録されているもう一つの結末では、二人は殺し合わずに背を向け、別々の道を歩んで別れるんだ。どっちにしても、戦争がある限り二人は友達には戻れないという、苦いラストだぜ。第7位、蜘蛛の巣城、1957年。第7位は、蜘蛛の巣城ね。これって確か、シェイクスピアの作品を元にしているのよね？そうだぜ。1957年公開、マクベスを日本の戦国時代に置き換えた、黒澤明監督の傑作だ。三船演じる鷲津武時は、予言と妻にそそのかされて主君を殺すが、やがて罪悪感で狂っていく。能楽の様式を取り入れた演技も評価が高いが、何より伝説なのがラストシーンだ。ラストって、まさか矢が雨みたいに飛んでくるシーン？あれって本当に怖いのよね。そのまさかだ。味方に裏切られた三船が無数の矢を浴びるんだが、あれは特撮じゃなくて本物の矢を使っているんだぜ。本物を人に向けて撃ったの？当たったら死んじゃうじゃない。そこには職人芸があったんだ。まず、三船の体に突き刺さる矢はテグス方式を使った。矢にテグスを通して、
衣装の下の板に向かって滑らせることで、狙った位置に安全に刺さるようにしたんだ。なるほど、誘導したのね。でも、周りの壁にバシバシ刺さる矢はどうなの？あれは大学の弓道部員たちが、離れた場所から実際に撃っている。それを望遠レンズで横から撮ることで、距離を圧縮して、まるで三船のすぐ近くに刺さっているように見せたんだ。すごい工夫、カメラの魔法ね。じゃあ三船さんも安心して演技できたんだ。いや、そうでもないぜ。いくらトリックとはいえ、本物の矢が飛んでくるんだからな。三船は後年、この時は怖かった。後でぶっ殺すぞと思ったよ。震えながら逃げ回ったけどねと語っている。あの鬼気迫る表情は、演技を超えた本物の恐怖だったのさ。命がけの撮影だったのね。あの迫力は、技術と役者根性の結晶だったんだわ。第6位、天国と地獄、1963年。第6位は、天国と地獄。なんだか凄みのあるタイトルね。これも時代劇なの？いや、これは現代劇だぜ。1963年公開、黒澤明監督によるサスペンス映画の金字塔だ。三船演じる権藤金吾は、製菓会社の常務で、全財産を投じて会社の主導権を握ろうとしている野心家なんだ。へえ、刀を持たない三船さんも新鮮ね。でも、どこが地獄なの？ある日、権藤の息子が誘拐された、と思いきや、間違えられて運転手の息子が連れ去られてしまうんだ。だが、犯人は権藤に身代金3000万円を要求する。今の価値で数億円だ。自分の子じゃないのに？払ったら権藤さんはどうなるの？全財産を失って、地位も名誉もすべて破滅だ。払わなければ子供の命はない。他人の子供のために、自分の人生を捨てられるかという、究極の決断を迫られるわけだ。うわぁ、残酷すぎる選択。普通なら断っちゃいそうだけど、三船さんはどうしたの？苦悩の末、権藤は支払いを決断するんだ。特に有名なのが、特急、小玉の洗面所の窓、わずか7センチの隙間から、犯人の指示通りに現生の入ったカバンを投げ落とすシーンだ。実際の列車のダイヤに合わせて撮影された、映画史に残る緊迫の場面だぜ。手に汗握る展開ね。でも、お金を払った権藤さんは結局破滅しちゃうの？すべてを失うが、彼は小さな靴会社で一からやり直すんだ。ラストシーン、死刑判決を受けた犯人と面会室で対峙する権藤は、以前より晴れやかな顔をしている。金や地位を失っても、人間としての誇りまでは奪えなかった。まさにタイトルの天国と地獄が逆転する名ラストだぜ。第5位、隠し砦の三悪人、1958年。第5位は、隠し砦の三悪人。なんだかタイトルだけ聞くと、悪者たちの話みたいね。いや、これは痛快な冒険活劇だぜ。1958年公開、戦国時代を舞台に、三船演じる侍大将真壁六郎太が、お家再興のために雪姫と軍資金の黄金を守って、敵陣を突破する物語だ。へえ、王道のストーリーね。でも、何がそんなにすごいの？実はこの映画、スターウォーズの元ネタになった作品として、世界的に有名なんだ。特に、物語の狂言回しになるデコボココンビの百姓二人は、C3PO と R2D2 のモデルになったと言われている。お姫様を護衛して敵地を脱出するプロットも、エピソード4そのままだろ？あのロボットたちにモデルがいたの？まさか日本の時代劇だったなんて驚きだわ。だが、一番の見どころはやっぱり三船のアクションだ。特に語り草になっているのが、敵の騎馬隊を追いかけるシーンだぜ。三船は馬を全力疾走させながら、なんと手綱を離して、両手で刀を構えて敵を切り伏せるんだ。ちょっと待って、手綱を持たずに全力疾走？しかも両手で刀を？スタントマンなしで？ああ、全部本人がやっている。馬上で手放し運転をするだけでも危険なのに、その状態で立ち回りを演じるなんて、今の撮影現場じゃ絶対に許可が下りないレベルだぜ。三船の乗馬技術が達人の域に達していないと不可能な神業だ。ジョージ・ルーカスもこの圧倒的な迫力とスピード感に、惚れ込んだんだろうな。
厳しくも頼れるリーダー六郎太の姿は、まさに男が惚れる男の理想像だぜ。世界中の映画人が憧れるのも納得ね。CG のない時代の本物のアクション、ぜひ見てみたいわ。第4位、羅生門、1950年。第4位は、羅生門ね。言葉としては聞いたことあるけど、どういう意味なの？今では、関係者の証言が食い違って真実がわからない状況を指す言葉として使われているな。第4位は1950年公開。日本映画が初めて世界で認められた記念碑的作品、羅生門だぜ。この作品がベネツィア国際映画祭で金獅子賞を取らなかったら、今の日本映画の地位も、世界の御船も、存在しなかったかもしれないんだ。そんなに重要な作品だったの？三船さんはどんな役で世界を驚かせたの？演じたのは盗賊の多条丸だ。この演技がとにかく凄まじい。三船は全身についたダニをボリボリかきむしり、野獣のような規制を上げて森の中を飛び回るんだ。黒沢監督は三船の敏捷さをライオンに例えたそうだが、まさに人間離れしたエネルギーの塊だぜ。ライオンか。スクリーンから獣の匂いがしてきそうね。でも、ただ暴れるだけの役じゃないんでしょ？もちろんだ。この映画の面白いところは、一つの殺人事件について、盗賊、被害者の妻、死んだ侍の霊が、全員自分に都合のいい嘘をつくところにある。三船は、俺は堂々と決闘して勝ったと語るシーンでは、豪快な英雄として振る舞うが、目撃者の証言シーンでは、恐怖で震えながら無様に剣を振り回す情けない姿も演じているんだ。なるほど。かっこつけてる自分と実際の情けない自分を演じ分けたわけね。同じ役なのに全然違うなんて、役者としての腕が試されそう。そのギャップも含めて、世界中の観客はこんな俳優は見たことがないと、衝撃を受けたのさ。三船敏郎という野生児が、世界の映画史に牙を向いて踊り出た瞬間だぜ。第3位、赤ひげ、1965年。いよいよトップ3ね。第3位は赤ひげ。これってドラマでもよくリメイクされている有名な作品よね？ああ。第3位は1965年公開の赤ひげだぜ。黒澤明監督と三船敏郎の最後のコンビ作であり、三船が2度目のベネツィア国際映画祭主演男優賞を受賞した、まさに集大成とも言える傑作だ。最後のコンビ作だったんだ。どうして最強のタッグが終わっちゃったの？完璧主義の黒澤監督が、髭を生やすために実際に髭が伸びるのを待ち、セットの瓦一枚まで古びた加工を施すなどこだわり抜いた結果、撮影に1年半もかかったんだ。三船はその間、他の仕事ができず経済的に追い込まれた。これが原因で二人の関係に亀裂が入ったと言われている。1年半も。まさに命と生活を削って作った映画なのね。そんな極限状態で作られたのが、三船演じる所長赤ひげだ。舞台は江戸の小石川養生所。三船演じる所長赤ひげは、長崎帰りのエリート石安本昇を、強引に引き止める。出世コースを閉ざされた安本は、こんなところに押し込められてたまるかと、猛反発して、酒を飲んだり制服を着なかったりと反抗するんだが、赤ひげは動じない。いきなり左遷されたら怒るのも無理ないわね。でも、赤ひげ先生はただ怖いだけの人なの？いや、彼には確固たる信念がある。赤ひげは貧困と無知こそが病の原因だと考え、社会の矛盾と戦っているんだ。ある時、彼は岡場所遊郭から12歳の少女豊を救い出すために、用心棒たちと乱闘になる。三船は素手で相手の関節を次々と外して、あっという間に全員動けなくしてしまうんだ。やっぱり強いお医者さんなのに無双しちゃったのね。だが、ここからが重要だ。彼は勝って喜ぶどころか、うめき声を上げる悪党たちを見て、医者ともあろう者が、こういうことをしてはいけないと、深く恥じ入りながら、なんと自分が今折った相手の骨を治療してやるんだ。強いだけじゃなくて、医者としての倫理観もすごいのね。そんな姿を見ていたら、安本さんも変わっていきそう。その通りだ。安本は音世の看病などを通じて人間として成長し、最後は自ら養生所に残ることを決意する。ラストシーン、
かつては最悪の場所に見えた養生所の門が、保本と赤ひげが二人でくぐるときには素晴らしい門に見える。二人の後ろ姿が未来を暗示する、感動の幕切れだぜ。第2、用心棒、1961年。第2位は、用心棒。これぞ時代劇、って感じのタイトルだけど、そんなにすごいの？第2位は1961年公開の用心棒だぜ。この映画は、冒頭から観客の度肝を抜くんだ。三船演じる浪人が寂れた宿場町にやってくるんだが、そこで一匹の犬が、なんと人間の切断された手首をくわえて、とことこ走ってくる。この一発で、ここが法も秩序もない地獄だってことをわからせるんだ。うわぁ、強烈な挨拶ね。そんな無法地帯に、三船さんは何しに来たの？彼は桑畑三十郎、桑畑三十郎と名乗る。屋敷から見える桑畑を見て適当につけた名前だ。彼は対立する二つのヤクザ一家を、その腕と知略で操り、同士討ちさせて壊滅させようと企むんだ。火の見櫓の上から、勝手に殺し合う悪党たちを高みの見物で眺めてにやりと笑う三船の表情は、ふてぶてしくて最高にクールだぜ。悪党を手玉に取るなんて痛快ね。でも、そんなにうまくいくの？強い敵もいるんでしょ？ああ、中台達也演じる宇之助だ。奴は当時としては反則級の武器、回転式拳銃を持っている。刀体重、普通にやれば勝ち目はない。クライマックス、強風で砂塵が舞い上がる中、三十郎はたった一人で宇之助たちの一団に立ち向かうんだ。刀じゃ銃には勝てないじゃない。どうやって戦うの？そこが伝説だ。三十郎は懐に隠し持っていた包丁を投げて、一瞬で宇之助の銃を持つ手を無力化し、そこからは電光石火の早業で悪党たちを切り伏せる。あまりに検速が早すぎて、駒送りにしないと何が起きたか見えないレベルだと言われているぜ。包丁を投げる起点と、カメラに映らない剣技。まさに鬼神ね。最後はどうなるの？悪党が全滅して静かになった街で、三十郎は唯一の協力者だった居酒屋の親父ゴンジーに向かって、あばよと一言だけ残して去っていく。名乗るほどのものじゃない、風来坊の美学。この後ろ姿が、世界中の男たちを痺れさせたんだ。第1、七人の侍、1954年。いよいよ第1位ね。世界中が認める最高傑作といえば、やっぱりあれよね。ああ、第1位は1954年公開、日本映画の金字塔、七人の侍だぜ。三船が演じた、菊千代は、映画史に残る強烈なキャラクターだ。菊千代って、あの大きな刀を担いだ荒くれ者よね。最初から三船さんが演じる予定だったの？いや、最初は寡黙な、急造役の予定だった。だが黒沢監督が、侍と農民をつなぐ役が必要だと菊千代を作り、脚本を読んだ三船は配役を聞く前に、菊千代というのは僕ですねと言い放ったそうだ。あのコミカルな動きもすべて三船のアイデアなんだぜ。運命の役だったのね。でも、侍と農民をつなぐってどういうこと？それを象徴するのが、落ち武者狩りの武具が見つかるシーンだ。菊千代が、村人から集めた大量の鎧や兜を得意げに持ってくるんだが、それは農民たちが逃げる侍を襲って剥ぎ取ったものだった。それじゃ、農民が侍を殺したってこと？それは侍たちが怒るのも無理ないわ。ああ。落ち武者狩りの残酷さを知る侍たちは、なんて奴らだと景色ばむ。だが、そこで農民出身の菊千代だけが、彼らに向かってこう激高するんだ。お前たち、百姓を仏様だと思っていたか。百姓ほど悪ずれした生き物はないんだ。でもそうさせたのはお前ら侍だ、とな。うわぁ。それは農民の痛みを知る菊千代にしか言えない、魂の叫びね。戦ばかりして農民を獣に変えたのはお前たちだ。という欺瞞を突きつけた名シーンだ。そして最後は、土砂降りの雨の中での決戦だ。菊千代は銃弾を受けて致命傷を負うが、鬼の形相で敵の棟梁がいる小屋へ突撃し、刺し違えで倒す。泥にまみれ、最後は立派な侍として死んだその姿に、世界中が震えたんだぜ。総評またはまとめ。どの作品もすごかったわ。三船敏郎さんって、ただかっこいいだけじゃなくて、
人間の強さも弱さも全部演じきれる人だったのね。そうだな。黒澤明監督は、三船ほど自分の意図を表現してくれる俳優はいなかったと語っているが、彼の演技には言葉の壁を越えるエネルギーがあった。だからこそ、世界の三船として今も愛され続けているんだぜ。みんなはどの三船作品が好きか、ぜひコメントで教えてくれよな。赤ひげの優しさが好きとか、用心棒の強さに憧れるとか、みんなの思い出を聞かせてほしいわ。この動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録も忘れずにお願いね。それじゃあ、また次の動画で会おうぜ。ご視聴ありがとうございました。